個人的存在の彼方。ジェラルディン・カミンズ著。浅野和三郎訳並びに表釈。7. ソーラマンの発生。ソーラマンなる用語は、太陽系所属の天体に見出される超物質的自然霊を指すので、もちろん普通の物質的肉体を持った人間とは、全然その線を異にする。幼稚な古代人には、内面の世界につきての観念が乏しく、従ってよしやそれらの存在に気のつくものはあっても、いたずらにこれを理想化し、また英雄化するより他にセンスべを知らなかったが、我々としては、急いでその修正に当たらねばならない。さて、ある一つの魂が、新たに天体のどれかに発生するにつけては、何はおいてもその発生の当事者、親がなければならぬが、この場合の親というのは、実に後援体を持つ一群の自然霊なのである。天上の愛は地上のそれに比して、はるかに共通的、団体的の性質を帯び、所有欲、独占欲といったようなものが極めて少ない。つまり日頃表面的に働いている日界の土地ばかき一群れの男女が、正常の愛念に刺激せられ、互いに心を合わせ、力を合わせて、熾烈なる死母と創造との疑念を送り出すことによりて、ここに忽然として一個の独立せる後援的存在を創造するのである。無論それは容易の技ではない。それは実に芸術的な努力と奮闘と長期間にわたる忍耐との最後の結晶なのである。かるがゆえに、この世界の出生は、むしろこれを生命の具象的創造と称した方が当たれるに近い。なんとなればそれは人間のように、一つの魂が母の体内に宿るのでなくして、体外に放射されたる創造の雰囲気内に宿るからである。創造の原則にはそこに何らの相違もない。しかしその手続きの上にはまさに天地の相違がある。人間には容易に相愛する一対の男女の懸念を捨てがたいが、これをそのまま自然霊界に当てはめることは絶対に禁物である。そこでは6人がかり、8人がかり、10人がかり、または12人がかりの場合となる。無論それが類婚中の男女一対から成立することは必要条件であるが、しかしすべてが一様に創造の労苦を分担せねばならぬのである。この際、くれぐれも明記せねばならぬことは、緑子の出生が壮年の世界における純精神性、純神秘的、また純情緒的な仕事であることで、肉的要素は少しもこれに加味されていないのである。一群の若き男女間に醸成された情熱の死気と陶酔、至純至水の天人的の恋。それのみが実に、一個の新しい独立体の完成に必要なのである。無論こうして発生した新自然霊は、そのままでは未完成である。それは人間の幼児と同じく、間断なき進化発達を遂げ、ようやくにしてその定年期に到達するのであるが、ただこれに要する年月のごときは、全然人間界のそれとは桁違いである。同時にその形態の変化もまた無常迅速、到底限りある人知には、了解も信用もできないくらいである。ソーラマンの生活が核も変化線に富んでいるのは、筆記ソーラマンが太陽原子と同一リズムで動く結果である。地上の天文学者は天体の物質的要素のみを見るから、これを単なるガス状態であるなどというが、実を言えばその中にははつらつたる生命が宿っていて、盛んに創造進化の大業にあたり、その規模の偉大なることは到底人間の基地を許さないものがある。ここでは心と上辺との反応が瞬間的なので、体内と体外、可視と不可視とがほとんど同一歩調で進行する。限界で見るように、鈍重なる肉体が鋭利なる知の敏捷なる感覚に随伴し得ないで、後ろに同着するような集体はどこにも見られない。自然霊も人間と同じく、形のあるのとないのとの2種類に分かれるが、ただ両者の隔離は人間のように大きくはない。自然霊の中図体は、物的原子から成立しているから、その必然の結果として原子的構造によりて束縛され、単なる思念の力で自己の形態を任意に改造するようなことはできない。その点、幾分か地上の人間と似ているが、自由といい、また不自由といい、要するにそれは程度の問題で、自然霊と人間とを同日に論ずることは到底できない。すでに述べた通り、自然霊の形態は非常な変化性に富み、前の形態は直ちに後ろの形態の内に流れ込み、そしてそれらは
順次に陸理たる公園の中に迅速に飛散してしまう。私は先に意識の流れということを説いたが、自然霊にありては、その形態もまた一つの流れであると言える。要するに、その早められたる想像、研ぎ澄まされた敏感性は、自然霊をして、時に対する観念を著しく縮小せしめ、こうした急変化の生活を、格別不安定とも考えしめぬのであろう。ご承知の通り、人間の肉体は、7か年の清掃を加味して、すっかり一変する。しかるにソーラマンの形態は、地上の1秒時の何分の1かの間に全体的変化を成し遂げてしまい、後にはただ一粒の微分子さえも残さないのである。人間と自然霊とでは、まさに天地の相違である。人間の意識は物質的の緩慢なるリズムと調子を合わせ、これに反してソーラマンの精神は超物質的の極度に早き生命と経験とに調子を合わせる。前者をナメクジの歩みとすれば、後者は飛ぶツバメのそれであろう。いや、これでもまだすっかり当てはまらない。精神の世界における思想、行動の速さは、とても地上界のそれとは全然比較にならないのである。それらの世界の表面において演出せられる奇妙な活劇は、幾分か他の物質界に行われる生活様式に類似した点が絶無でもない。原則的には両者はおそらく同一でもあろう。が、ソーラマンの情熱と人間の情熱とでは全然相撲にならない。で、もしもソーラマンから十分にその情熱を浴びせられたとしたら、それは足元に爆破する砲弾と同じく、地上の人間を木っ端みじんに粉砕せねばおかぬであろう。筆境、天上と地上との二つの世界の生活は、ほとんど比較以上のあるものである。例えば、地上の人間界を訪れる夜の帳。ソーラマンとしては、全然そんなものの存在を知らない。例えばまた、地上の人間を悩ます諸々の疾病。これもソーラマンには全然不可解の謎である。それから地上の人間の頭から離れぬ死の悩み。これもソーラマンには全然想像の外に属する。もちろんソーラマンとても永遠に形態に包まれているわけではなく、ある時期が来れば、その魂の動きが、その体育のリズムと歩調を合わせていくことができなくなり、ここで必然的に両者の分離作用が起こる。これを死と言わば、言われぬこともないであろうが、しかしそこにはいわゆる死の悩みも、また悲しみもない。魂は荘厳無比の歓喜に震えつつ、今は用なきその形態から脱出して、無限に広がる宇宙意識の中に混じっていくのである。かかる経験は、これを死と言わんよりは、むしろこれを宇宙的人格への進展とでも言った方が適当であろう。表釈、マイヤースの通信はいよいよ入れて、いよいよ講演の道を加えるかの感が深い。ソーラマンという新熟語は誠に耳新しいが、しかし考えてみるとなかなか適切な言葉であると思う。日本には古来天つかみだの、国つかみだのという言葉があり、これに適切妥当なる心霊主義的解釈を加えれば非常に結構であるが、何分にも多年辺境コロナ浸透化、国学者たちが物質集の憤々たる解釈を下して、世人の頭脳に面白からぬ先入的観念を注入してしまったので、日本国はこの際何とかして大々的血清療法を施し、本来の日本精神に立ち返るべき必要が大いにあるのである。この秋にあたりて、突如としてマイヤースの卓抜なる通信に接したのであるから、我々は実に嬉しいのである。不憫ながら、私は多年微力の限りを尽くして、正しき有名交通の道を樹立することに努め、おかげで私の手元には、マイヤースのいわゆるソーラマンに関する報告がたくさん集められている。その一部はすでに発表され、またこれを手がかりとして、日本古典の甚大の巻に対する新解釈ともなったのであるが、日本にも西洋にも、まだそこまで突っ込んだ研究を行っているものが極めて少なく、ために私の意見は容易に唯物主義的思想に凝り固まった現代に入れられず、もって今日に及んでいる。見よ現在の日本では、今まで超物質的心霊界の存在にすら目が覚めず、賢くも太陽神界の主催に増します天照大神、また地球神界の統治の席に
当たらせたもう、すめみまの御事をはじめ立て祭り、その他の神霊を単なる古代人と改戦とする玩具な学級が多いではないか。また見よ、現在の日本にも、証拠りもなく生き神気取り、生き仏気取りの不健全極まり、不都合極まる山師を中心としたエセ非信仰団体がお膝元の帝都の真中にまでのさばり返っているではないか。こんな抱きすべき風潮はもちろん一時も早く我らの神聖なる国土からきれいに相当せねばならない。それには何をおいても心霊科学の発達、また心霊主義的精神の普及以外に絶対に手段方法はないと思われるが、こうした時にマイヤースの通信のごとき立派なものが出現したのはまさに体感の運ゲー以上にありがたい。私としては今頃自国の霊媒を通じてのみ通信を受け取り、英国の霊媒仮眠図上とは全然交渉を持っていないのに、双方の通信内容があたかも不説を合するがごとくピタリと一致しているのだから実に愉快なのである。こうしてみると真理はどこまでも真理、事実はどこまでも事実、断じて洋の東西、時の古今を問わないのである。これに反してかの迷信者流の振り回しているとんでも霊媒通信、とんでも教義教場に至りては彼ら所属の特殊部落以外にはさっぱり通用しない。ここに真信仰と偽信仰、本物と偽物との厳然たるけじめがあるのである。ご承知の通り、日本古典中の最も重要なる項目の一つはいわゆる結びの神事である。最初がイザナギ、イザナミ、二神の間に行われた水戸のまぐわい、次に天照大神とスサノオノミコトとの間に行われた受け入れの神事、それから日本国民の無備の間にも忘れてならぬすめみま、ニニギのミコトのご出世とご降臨、その他日本の神代史の至るところに神々の誕生の物語が出てくるのである。心霊科学が超物質の世界に探求のメスを進めるまではいかにこれらを解釈してよいか見当が取れず、そこで苦し紛れに神話の人間的解釈が試みられたり、空想な宇宙体霊説が提唱されたりしたのであるが、もちろんそんなごまかし者は全然役に立たない。大体大自然界うちの神秘は単なる人間の頭脳のみをもってこれを忖度すべく、あまりにも深遠微妙複雑多岐なのである。人間にとりて到底不可抗力とも言うべきこの大欠陥を補うには、どうしたところで優れた啓示、優れた霊界通信の力に待つほかはない。この際マイヤースの通信は我ら日本国民に対して特に貴重たる指示を与える。なんとなればそれは延然日本古典の心霊的解釈書たるの感があるからである。無論私はこの通信を最大漏らさずそのまま鵜呑みにせよとは言わない。かかる通信の常としてややもすれば断片的に流れ、解いてその意を尽くすに至らざる恨みも決して少なくない。が大体においてとにかくこの通信は人文史上にあまり類例のなき大文字であると言ってよいようである。私の訳筆はただ原意を伝えるに急で甚だ卑俗不殺であるが、読者が松明のごとき眼光を持ってその支配に潜める真偽を汲み取られんことを心から望んでやまない。念のためについでにここで一言注意しておきたいと思うのは、人間の解体の問題である。物質医学から言えば受胎作用の当事者はもちろん一対の男女だけである。しかしながら心霊的にその内面装置を調べると、人間の男女の背後には本人たちの守護霊、支配霊、また時とすれば憑依霊などが控えており、さらにその上にはうぶすなの心霊が監視の任に当たっており、甚だもって複雑を極め、人間はむしろそれらの傀儡に近いのである。この事実を抜きにして考えるから、恋愛の問題も解体問題も今もって本当の解釈ができないのである。マイヤースが本章で説いているところも、ぜひ右の事実を考慮に入れて魅力していただきたい。そうすると読者は初めてよくその真偽に触れうるかと思う。